コアデンタルラボ横浜の田中文弘です。CAD/CAM に携わって約15年経ちます。現在臨床では3つの用途で使用しております。1つ目は模型の製作です。石膏模型とは少し感覚は違うんですけれども、今では全く問題なく使用できています。2つ目はサージカルガイドの制作です。現在約50症例を超えるガイドを作っていますが、全く問題なくできています。3つ目は個人トレイの制作を行っています。ここ数年で口腔内スキャナーからのデータを扱う仕事というのが徐々に増えてきました。で、今までの石膏模型を扱うものに対して口腔内スキャナーですと、物がない状況なので、その確認のための模型を作ったりとかという用途で導入を考えていました。自分たちが求めているところに 100% 達してるかというと、まだちょっと足りない部分はあるんですよ。だけど使えないわけではなくて、むしろ今はないと困る機会になっています。初めて 3D プリンターを使う人に対しても非常に簡単に使えるかなと思っています。本当のところを言うと、やっぱりまだそのプリンターの技術ってまだ発展途上みたいな形で、あと1年後にもっといいの出るんじゃないか、あと2年後にもっといいの出るんじゃないかっていうふうに思っていて、じゃあそこで今何百万の投資をして回収できないうちに次のもっといいのが出ちゃったらちょっと困るよねっていうところで、安い価格で導入をして、3D プリンターってどんなもんだろうっていうところを、自分たちのその練習じゃないですけども、そんな意味合いで入れたのが正直なところなんですよ。デジタルの分野でやっぱり他社よりも一歩先に出ていたいところは正直ある。全然うちより出てるところいっぱいありますよ。だけどそういう気持ちがあっていろいろとやっていく中で、プリンター必要でしょっていう形ですよね。もちろんコストが合わないものもあるんですけれども、そのコスト以上に人の時間の節約というか、今まで手で作っていた時間よりもプリンターで出してあげてる方が時間的なところはかなり縮めることができるので、その空いた時間でまた違う仕事をするというところでの効率は上がっています。今までの石膏模型とやっぱり石と樹脂なので感覚的には少し違うところはあるんですけども、例えば上下でかませた時の当たる感覚、今までは石膏だったんでコンコンっていうような音がしてたのが、プラスチックレジンじゃないですか。軽いんですよね、音が。一番違うところってそこです。重さももちろん違うし、結果は変わらないですけど、自分たちが作業してる感覚でも大変じゃないですけどね。みんな技工士で手先器用な人が多い。そんなに僕全然慣れないわっていう感じにはならないと思います。年々技工士も減っていって、でなかなかできる人も減っていって、できない人ができるのはデジタルっていうわけではないんですけども、やっぱりできない人ができるようになるようにサポートしてくれるのはデジタルだと思ってて、正直どうなっちゃうのかって本当分かんないけども、そこを助けてくれるのがデジタルなのかななんて思ったりもします。フォーム2を導入してどうだったかというと、僕は良かったと思っています。でなぜかというと、やっぱり自分たちが新しい分野にどんどん
進める一つのツールだし、でそれによって自分たちが得られる知識であったりとかっていうのもどんどん広がっているし、でこの先どうなっていくかっていうのはまだ正直わからないですけども、絶対今使ってて溜まってるノウハウっていうのはこの先絶対活かせるんじゃないかなというふうには思ってます。フォーム2がなかったら今までできなかったことはできなかったわけだし、フォーム2があったからこそできて新しい分野に進めて、でそれによって自分たちもいろいろなメリットもあったし、良かったと思います。